大谷選手、すごいのはわかるけど、どれぐらいにすごいのって思う方いますよね。今日の話は野球を知らなくてもわかるように説明します。彼は例えるならサッカーでゴールキーパーしながら同時にゴールを決めるとか、オーケストラで指揮者をしながらピアノも弾く。それぐらいありえないことをやってのけているんです。その凄さは人柄や生き方にも隠されています。なぜアメリカでも台湾でも韓国でも日本でも声が上がるのか3つあると思っています。人類史的な圧倒的実力、世界で好かれる人から夢のような象徴という存在です。僕は日本に住む野球大好きな韓国人です。外からの視点と中で見た実感の両方で語りますね。まず一つ目は人類史的な圧倒的実力です。シンプルに言えば彼はジャニーズで活動しながら東大医学部で勉強し、プロサッカー選手で活動するイメージなんですね。普通ならどっちか一つしかできない役割を彼は同時にもう最高レベルでやっているわけなんですよ。まず一つ目、僕は三刀流と呼んでるんですけれども、大谷選手ってよく二刀流って言われるんじゃないですか。つまり投げるはピッチャーとして、打つはバッターとして両立しているからです。でも実際はそれだけじゃなくて、僕は走る盗塁までも一流というところで三刀流と言えると思うんですよね。例えば2022年に大谷選手は15勝したんですけれども、この時点でメジャーリーグの投手のトップクラスレベルなんですね。しかも2024年と今年にはバッターとして50ホームラン、リーグの最上位レベルです。さらに走者としても2024年に50盗塁をやったんですね。そして世界一の舞台で見せた度胸もありますね。2023年の WBC、これは野球のワールドカップと思ってください。ここで日本代表を優勝に導いたのが大谷選手でした。決勝戦で9回裏、しかも相手はアメリカ代表のトップバッターであったマイク・トラウトです。全世界が注目する場面で大谷選手は三振を奪い試合を締めました。サッカーで言えばワールドカップ決勝で自分のクラブの仲間を相手に PK を止めてそのまま自分が決勝ゴールを決めるくらいのドラマチックな瞬間ですね。彼は壊れない天才でもあるんです。この壊れないって何がすごいかというと、野球というのは投げる、打つ、走るの動作全てが体に大きな負担をかけます。例えばピッチャーやっていたら肩とか肘とか大変だし、バッターしていたら腰とか膝とか怪我します。操作してたらもう走る、スライディングするから足を怪我する選手が多いんですね。ところが大谷選手は2013年プロデビューしてから怪我自体はあったんですけれども、平均してみれば毎年バッターとして平均100ゲーム以上出てて、投手としても平均10試合以上投げ続けているんですね。これ例えるならですね、フルマラソンを毎年完走しながら毎日朝9時から夜9時まで仕事しているようなもんです。そして2つ目の話、世界中で好かれる人柄というところです。大谷選手の魅力はプレーだけじゃありません。むしろ人としてもどう生きているかが世界中の人を引きつけてるんですね。野球を知らない方でも彼のエピソードを聞けば、なるほど、だから好きになっちゃうんだと納得できるはずです。まず一つは謙虚さと人間力ですね。2021年アメリカで行われたオールスター戦、そこで大谷選手は試合前の練習中にフィールドで落ちていた小さなゴミを何気なく拾ってポケットにしまいました。彼が毎日のようにやっていることですね。これに全世界のファンは SNS で世界一の選手なのに態度まで世界一、全ての野球人へのお手本と絶賛しました。大谷選手の魅力は言葉の壁すら声で伝わっています。例えばアメリカの球場で相手チームのファンから大谷選手愛してるよと声をかけられる場合は笑顔で手を振り返す。挑発して大谷ホームラン打ってみろよと叫ばれてもニコッと笑って実際ホームラン打ってそのファンとハイタッチしてベンチに帰るという、そんな神対応が SNS でも拡散されて敵とか味方関係なく愛される男と話題になりました。アメリカの解説者ロドリゲスも彼はフィールドで素晴らしいだけではなくフィールド外でも紳士だと絶賛しました。チームメイトからも大
谷選手の悪口を言う人は一人もいないと語られるほどです。彼の徹底した自己管理、すごいです。高校時代から有名だった目標達成シートには、運を良くするためにゴミ拾いをするとか、審判に挨拶をするまでその項目に入っていたんですね。スポーツの練習だけでなく、人間性や生活習慣まで一つ一つ管理していたんです。また、大谷選手は睡眠最優先主義、毎日8時間から9時間を寝るように徹底してやっています。夜更かしや飲酒を避けています。さらに趣味や交際を最小限に抑え、私生活ほぼ野球、トレーニング、睡眠の3つだけですね。そして3つ目の話、夢の象徴としての存在があります。彼の人生そのものがドラマのように起承転結を繰り返し、そのために不可能を可能にする姿を世界中に見せてきたからです。観客の心を揺さぶるドラマ年表があります。まず1つ目、少年期から高校時代、もう10代の頃からもう高校卒業してすぐメジャーリーグに行きたいですということです。これはできませんでした。日本ハムに第一指名され諦めてしまったんですね。そしてプロ入ってからも苦労がありました。日本のプロ野球でも投手と打者両立するという二刀流は前例がないようなもので、多くの専門家たちがどっちも中途半端になるからどっちだけ集中した方がいいよと言っていました。でも大谷選手は着実に努力して2016年には投手と打者両方でベストナインに選ばれたんですね。そして大谷選手はメジャーリーグに行ってからも右肘に故障したりとか大手術を受けて投手として長期離脱を余儀なくされます。大谷さんもう無理でしょうとか、メジャーリーグで二刀流はさすがに厳しいよとかよく言われたんですね。実際2020年には大不振していました。しかし2021年から46本塁打と投手として9勝を記録して MVP を獲得して2022、2023、2024、2025もう全て大記録を残してきているわけですね。不可能を可能にした存在でもあります。かつてアジア人がメジャーリーグで主役になるのは無理と言われていました。イチロー選手みたいに100年で3、4人ぐらいいるかいないかだろうって言われていたんですね。しかし大谷選手はその壁を壊しました。2023年にはアジア人として初めて本塁打王に輝き、2021年にはアメリカのタイム誌世界で最も影響力のある100人に選出されました。ベーブ・ルースという野球史に一番すごかった野球選手の次となる歴史的存在としてアイコンズ部門にアジア人の大谷選手が名前を刻んだわけですね。さらに2024年のドジャース契約は当時の北米スポーツ史上最高額を達成しています。そして何よりもですね、子供たちへ希望を与えた存在として大谷選手はすごいです。もう実際二刀流になりたいだったりとか、メジャーリーグに挑戦したいだったりとか、限界を超えたいという少年少女が急増しているということは事実ですし、大谷選手は実際2023年度に日本の全国の小学校約2万個にグローブを3つずつ合計6万個を寄贈しました。そして野球しようぜというシンプルでストレートなメッセージを届けたんですね。野球に興味がない子供たちがほとんどかもしれないですし、野球選手になりたいと思っている子供たちは少数かもしれません。でも少なくとも自分も大谷選手みたいに歴史を新しく刻むような存在になりたいだったりとか、みんなできないと言われたことをストイックにコツコツとやっていく姿を実現したいという夢は与えられているのではないかと僕は考えます。皆さんは大谷選手のどんなところが好きですか？僕は彼のストイックさと謙虚さに強く惹かれています。大谷翔平という人はただ野球が上手いだけの選手ではありません。世界最高の選手なのに落ちているゴミを拾うとか、裏方スタッフに資金を分け与える、相手ファンのヤジにも笑顔で応える、こうした行動こそ器の大きさを証明しています。その姿は日本人だけでなく、僕のような韓国人留学生とかアメリカ人とか台湾人とか世界のいろんな人々にとっても勇気と希望を与えてくれています。皆さんはどう思っていますか？ぜひコメント欄で教えてください。大谷選手の挑戦はまだ続きます。僕らも自分の人生の挑戦を続けていきましょう。もしよろしければチャンネル登録をぜひお願いします。以上、パクンでした。アンニョン。